皆さん、こんにちは。ファン研究オンライン講演会の、今回は、第2回目ということになります。本日は、上岡真奈さんをお迎えして、日本式アイドル文化の10年、タイ、台湾、インドネシアの過去、現在、未来というタイトルでお話しいただきます。上岡さんは以前にも出ていただいたことがあるんですけれども、10年以上前からインドネシアの JKT48 の研究を、フィールドワークをずっと継続的にされていまして、ファン研究のグループでも、ご発表いただいたり、一緒に調査に行ったりという形で知見を提供していただきました。今回、この3月、2月3月にタイと、台湾の方に、現地調査に行かれたので、その時のその様子などを今回お話しいただくということで、来ていただきました。では、上岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、早速始めていきたいと思います。今日はお話が1時間というのをちょっとあんまり意識していなくてですね。で、今日は割と、緩やかにというか、カジュアルにお話ししていくような、内容になりそうです。X だったりで、予告しているんですけれども、結構、この後お話ししていきますけど、私自身まだまだ、あのタイには初めて行ったという話になるので、間違っているところだったりとか、本当にただの感想だなというところが多分たくさんあると思うので、あの、お詳しい方にぜひぜひ、適宜チャットでコメントいただけると非常にありがたいなというふうに思っております。なので、気軽なおしゃべりだと思って、ちょっともしかしたら1時間過ぎるかもしれませんけれども、よろしくお願いします。はい。で、今回タイトルをありがとうございます。日本式アイドル文化の10年、タイ、台湾、インドネシアの過去、未来、現在というふうに、しました。で、今日話す内容は、アイドルシーンの話と、そこでアイドルとして、活動している人たちの、話から、私自身が、10年というのがキーワードだなというふうに感じたという話になります。で、今日の大体内容はこんな感じです。で、フィールドワーク、今、渡部さんの方からご紹介いただいた通り、10年ほど、インドネシア、ジャカルタでのフィールドワークを行っているんですけれども、それと並行して台湾にも複数回、訪れていて、で、それについてはどこでもそんなに報告したことが多分おそらく一切なくてですね、今回が初めてになります。で、その時期等も含めて、今回のフィールドワークの概要をお話しした後で、この、内容に沿って進めていきます。で、2が割とレポートとして厚めな感じで、タイトルにある割に3、4、5が結構さらっとしているので、そんなにそこは期待しない、いい意味でかわかんないですけど、期待しないでください。はい。で、今日の話にもたびたび出てくる日本式アイドルってそもそもなんだっていう話なんですけど、今日の報告で便宜上使う言葉であって、なんかどこかでよく使うタームとかでは多分ないです。出てくることももちろんあると思うんですけれども、今日どういう意味で使うかっていうと、K-POP じゃないアイドルっていう意味で使ってると思ってください。で、日本国内でもそうですし、日本以外の地域での発表とか報告でもそうなんですけど、今、アイドルっていう言葉を使うと、大体 K-POP アイドルだと思われることが増えてきました。で、一応、ざっくりとした、なんだろう、K-POP と J-POP アイドルの関係性としては、いわゆる日本のアイドルカルチャーがあって、そこれが出てくるまでにも、アメリカのこうエンターテインメントに影響を受けたりとか、いろんな流れがもちろんあるわけですけれども、あの、まあ、今 K-POP のアイドルと、される潮流の本当に一番最初の段階で、これももちろんいろいろと流れが、諸説というか流れがある中での、一つとして、日本のアイドルパフォーマンスにも影響を受けているという、順番というか流れがあります。で、なので今、特に日本以外の地域では、日本のアイドルって J-POP アイドルって呼ばれる
場面がすごく増えてきました。ただ、その言葉を聞くと、特に日本でアイドルというものを見て、過ごしてきた人にとっては、ちょっと違和感があるというか、K-POP に対して J-POP というふうな対義になっちゃうんですけど、それだとちょっと順番逆だよなっていうふうな多分感覚になるのもあって、なので、今、いわゆる英語で言うところの J-POP アイドルっていうのが今日私が言う日本式アイドルなんですけど、まあ、そこの言葉のこう順番があるので、今回こういう言い方をしています。で、じゃあそもそもそれって何って話なんですけど、まあざっくり言って、日本のアイドルに影響を受けたスタイルの、まあ、パフォーマンスとかパフォーマーのことを言います。で、彼らは日本のアイドルを知ってて、それを土台にアイドルと名乗る、もしくは呼ばれる。まあ、呼ばれるように、プロデュースされるとか、そういった人たちのことを言います。で、じゃあ何が日本のアイドルかっていうと、今日はその話はほぼしません。省略しますけれども、私がたびたびアイドルの話を、主に日本のアイドルについて、調査や研究を普段しているんですけども、私自身、すいません、全然何も自己紹介しないで始めてしまった。しているんですが、そこで私がたびたび言っているのは、アイドルのいわゆる定義みたいなものっていうのはないんじゃないかというか、非常に難しい状況にある。自作自演しないパフォーマンスという言い方もありますけれども、でも、自作自演じゃないけどアイドルって呼ばれてないアーティスト、パフォーマーいっぱいいるなとも思いますし、で、今は特に K-POP とその日本式アイドルの違いっていうのも、なかなか言葉にしづらい部分があります。なので、まあ、アイドルと呼ばれてパフォーマンスをしている、ということぐらいしかあんまり共通項がないので、まあ、音楽ジャンルだったりとか、まあ、ビジュアル衣装のスタイルとか、グループの構成とかグループなのかソロなのかとか、そういったところも非常に多様で、何か一つの、決まったスタイルがあるわけではないというふうにまずさせてください。ただ、日本国外で日本のアイドルっていうオーセンティシティがあります。これは特にこの日本式アイドルカルチャーの中で、特にファン、パフォーマー、まあどっちもですね、全体的に日本でアイドルとして活動している、芸能活動をしているっていう人たちがオーセンティックであって、そこから派生して日本式アイドルっていうのが各地にあるんだっていう、なんか、共通した認識があるなっていうのは、それこそ10年ぐらいの、フィールドワークを通して感じているところで、それについてもちょっと今回深くは言及してないんですが、ただその日本のアイドルっていうオーセンティシティがあるということだけここでちょっと触れておきます。で、今日まあいろいろじゃあその日本のアイドルに影響を受けてますって話をするんですが、じゃあどこが日本のアイドルっぽいかっていう、日本のアイドルにある特徴みたいなものについても、ちょっと、一つずつ解説していく時間はないので、まあ、該当する場面で適宜言及します。なので、もともと日本のアイドル文化に親しんでいる方であれば、今日の話は聞きやすいと思うんですが、全くご存じない方には、そもそもそれ何みたいなところも出てきてしまうことをちょっと、お許しください。で、今日の報告では基本的に女性アイドルジャンル、これはパフォーマーが女性だっていうふうに、まあ、断定するわけじゃなくて、女性アイドルというジャンルが、日本にはありますので、その女性アイドルというジャンルで、パフォーマンスをしている人たちが今回対象になってます。これはわざわざ決めたというよりかは、フィールドワーク先で見たパフォーマンスがそうだったというふうに、ざっくり思ってください。なので特に意味があるわけではないです。で、もちろん、男性のパフォーマーが出てくる場面もあったんですけれども、今回多くはなかったので、はい、そのようになっております。で、フィールドワークの時期、この写真は、台湾、台北のシーメンディの2018年の写真なんですけれども、タイは今回初めて、台湾の台北、ガオシュンには、このなんで5回ほど行っているという状況です。で、インドネシア、ジャカルタには2015年から断続的に、訪れてます。で、この過去2008なんですけど、これもあんまり話してないんですが、この年は、モーニング娘。を擁するハロープロジェクトが、
えー台湾でハロプロ台湾を作るということでオーディションを行った年、オーディション番組を行った年なんですね。で、そこから誕生したアイスクリーム娘と、アイコとフランシスという、まあ、2ユニットありまして、その子たちが2008年活動していました。で、まあ、日本で、コンサートに出演したり、握手会をしたりという、まあ、本当に回数は少なかったんですけど、日本で活動をしていて、で、個人的にただただファンで追っていたので、この時に私自身初めて、台湾のアイドルに触れた年として、で、まあ彼らと話をしたかったのもあって、手紙を書いたりもしたかったので、この時初めて、中国語のプートンファー、普通話と呼ばれる中国語を勉強し始めました。で、今はもうだいぶすっかり忘れてしまったんですけれども、その時と、まあこの2018年あたりのフィールドワークの時には、少し使えていたという記憶があって、ただ今は本当に全然使えなくなってしまいましたが、なので私の台湾のアイドルカルチャーの、との関わりは2008年が実は初めなのかなと思って今回書いています。はい。すごく小さいファンコミュニティだったのもあって、かなり深くコミットした思い出があります。で、バンコク完全に初めてですが、この一番上のジャパンエキスポタイランドというイベントもそうですし、日本のアイドル、日本式アイドルおよび日本のアイドルが出演する、イベントが、ここそれこそ10年とは言わないですけれども、7、8年、たくさんありまして、配信だったり、まあ、映像で見るという形で、関心を持ってきました。で、満を持してかわかんないですけど、生で見たというのが今回です。で、このジャパンエキスポタイランドが主な目的で今回渡航しました。で、これフランスでやってるジャパンエキスポとは多分全く関係ないです。同盟の全然関係ない、この GU クリエイティブという、このタイの会社がやっているイベントで、今回が11回目でした。まあ、タイミングが合えば行きたいなと思っていたので、今回たまたまタイミングがあったというのと、まあ、今日の話を含めた報告の、まあ、論考を、を書いている最中だったので、最中というか、まあ、と時期が被っていたので、それもあって行かせていただきました。で、このジャパンエキスポタイランドと全く同じタイミングで、アニモニウムという番組じゃない、イベントも、同じバンコクでやっていました。非常に近い場所で開催してます。これは、今日はほとんど触れませんが、いわゆるアニメやゲーム、二次元コンテンツですね、のイベントで、このイベントにも日本から、声優さんや、アニソン歌手、アニソンアーティストの方、が、まあ、あとクリエイターの方とかが数多く、いらっしゃって、まあ、トークショーとか、イベント、ライブイベントなんかを行っていました。で、そしてもう一箇所が、サイアムドルカフェ。これは、サイアムドルという、タイのアイドルプロダクション、まあ、ざっくり言ったアイドルプロダクションがあるんですけれども、そこが経営している常設店舗のアイドルカフェです。これについては、後半でもう少し詳しく説明していきますが、タイではこの3箇所を見てきました。で、台北では、このライブイベントと、こちらのカフェに行っています。で、今回この台北もまあタイと同じ理由で、報告のこともあって、タイミングがあったんで行けたんですけれども、この真ん中の Perfume ボリューム06というイベントですね。これについて、調査協力者の方から、情報を早い段階で得ていたので、じゃあこれをめがけていこうということで、計画しました。これどっちも06で5色かと思うんですけれども、横のチラシを見ていただくと、これがまあ正式なタイトルで、Day1 とか Day2 とかでもないので、ちょっとわかりにくいので、1、2と私がつけています。で、まあ、出演者が違うという感じですね。で、日本から呼んでるグループは同じという。で、さらにそのまあ、上下に置いてる、これ、行った時間の順番で書いてるので、ちょっと変なんですけれども、じゃあ行くならということで、当日やっているイベントを、
調べていった、2つのイベントです。これについても後ほどもう少し詳しく説明したいと思います。で、台湾ってものすごく多分日本を除くというか、まあ、日本から影響をもちろん受けているんですけれども、除くと多分一番メイド喫茶の多い、地域のはずです。で、台北では、台北じゃない、台湾では、失礼しました。台湾ではメイド喫茶という呼び方をしていますけれども、えーそこで、まあ、働いている、従業員、キャストが、必ずしもメイドさんではない、メイドという設定ではないお店もあって、で、それについて、まあ、日本だとコンセプトカフェというような言い方をする場合もありますけれども、基本的には、ここの、名前を見ていただいて分かる通り、まあ、メイドカフェという名前で、まあ、多くのお店が営業しています。で、上のリフィアメイドカフェは、コンセプトが、まあ、ゲーム、ロールプレイングのゲームみたいな設定で、比較的新しいお店です。で、その下のつくよみさんなんですけれども、2005年オープンというのは全然誤植じゃなくて本当で、台湾で一番古いメイドカフェです。で、2005年にガオシュンに本店がオープンして、複数店舗台湾でも展開しています。で、今、なくなっ、クローズしたばっかりだと思うんですけども、秋葉原にもお店があった時期が、かなり長い間あります。で、今回のまあ調査概要としては、まあ、主としては観察を行うフィールドワークです。で、まあ、観客や、そういった飲食店のお客さんとして、イベントや店舗を訪れて、フィールドノートを取っているというスタイルです。で、出演者、店員との会話は、まあ、業務上のやり取りとして私と行っているので、まあ、今回、最初にもお話した通り、その出演者のと話した中で聞いたことっていうのが今回のまあキーにはなってくるんですが、インタビューですとか、この報告で使うのでお話聞かせてくださいとかっていうスタイルで聞いたわけではないので、あくまでも私とその方が、まあ、業務上、お客さんとして話した内容として、私の、まあ、経験の一つとして、報告させてください。なので、まあ、誰々さんが何日に、まあ、こういう趣旨で話をしたとかっていうことを、まとめて言うことは、ちょっと、まあ、今日聞いていただければもちろん、あ、これ誰が言ったのかなっていうのはなんとなくわかるとは思うんですけれども、そこを、正式なインタビューみたいな形では、もちろんここで報告しますという許可を取ったわけでももちろん何でもないので、そういった形での報告とさせてください。はい。で、今回、タイにはまあ初めて行ったわけですけれども、あの、以前からタイについて、またタイのアイドルシーンについて、お話を聞かせていただいて、今回の、フィールドワークでもたくさん情報をいただいて、または同行していただいた、中村かすみさんと関根貞義さんのお名前をここに調査協力として挙げさせていただいております。で、お二人に、はい、いろいろと教えていただいて、特にタイについては、今日の報告が成り立っております。ありがとうございます。はい。では、いよいよここから、私の、タイの感想になっていくんですけれども、まあ、タイの、まあ、日本式アイドル文化の私の大きなざっくりとした感想語みたいな感じだと思ってください。はい。で、まあ、ここで最初にざっと予告というか、まあ、ざっと3つつ挙げると、まず、タイは、もう本当に最初にも言いましたけど、違うと思ったらチャットに絶対チャットかどこかにメモして絶対教えてください。はい。タイのアイドルは、タイ語のオリジナル楽曲が、まあ、だけじゃないんですけども、まあ、割と多いというか、そこの、バラエティというか、が非常に豊富だなと思っていて、で、もうそれは、もうここ2000、それこそ2019年、18年あたりが、特に盛り上がっていたのかなと思うんですけれども、非常に幅広いいろんなタイプのオリジナル楽曲が、タイ語で、パフォーマンスされているというところが、一つ特徴かなと思っております。
で、まあ、2番目も今言ったところと全く、重なってはいるんですけれども、この楽曲ジャンルとか、グループのコンセプトみたいなものも、かなりいろいろとか多様で、もちろん日本のアイドルが多様なのもうそうなんですけど、だからそれを多様さもなんかトレースしているというか、どんどんいろんな楽曲ジャンルのアイドルが出てくるところがすごいなと思っています。で、タイ、じゃあ先に、で、そういったタイ語のオリジナル楽曲に対して、ローカルファンが日本のアイドルファンがやっているのと同じように、リズムに合わせて、いわゆるコールと呼ばれる応援の、ちゃんと入れたりとか、えーまおたげではないんですけど、まあ、そういう、体を動かすような、応援パフォーマンスをするのも、オリジナルで入れていくんですよね。これ何がすごいかちょっと伝えづらいんですけれども、要は日本のアイドルファンって、まあ、日本のアイドルが楽曲を披露しました。で、大体これぐらいの拍のこれぐらいの長さのイントロにはこういうコールが入るなっていうのが、みんな感覚的にわかるので、じゃあこういう曲入れて、こういうコールを入れようみたいな感じで、初見でもなんとなくコールを入れられたりとか、まあ、新曲が出たら、まあ、それに合わせてそういうに入れていく。で、その感覚を養っていくためには、今までの、まあ、20年ちょっとのいろんな曲にいろんなコールが入ってきたその蓄積があって、大体このタイミングにはこのコールが入るっていうのはなんか盆踊りみたいな、これぐらいの尺だったらこれぐらいやるみたいのがなんかこうに染みついて、で、新しいファンの人もなんかそれを真似してやっていくわけですが、今までだと、今までってすごく昔ですね。日本のアイドルの曲を、ローカルの、特に主に若い子たちが、コピーバンドとかカバーユニットみたいな感じで、ダンスを覚えて、で、まあ、時にリップシンク、口パクで、日本の曲をそのままコピーで、ステージ上でやる、ローカルのファンの人が、日本のファンを真似してコールを入れるみたいなことをやっていたんですが、タイ語のオリジナル曲となったら、そのお手本って言っていいのかわからないですが、お手本になるコールはないので、タイのファンがもう独自でコールを入れていくみたいな、当たり前ですけど、日本のファンが新曲を聴いて、なんとなくコールを入れていくのと同じように、まあ、この楽しみ方を作っていくわけですね。で、それがまあ、もう同じ人間なのでって言うと言い方悪いんですけれども、まあ、人としてこう同じようなこう曲を聴いて同じようなことをするっていうのをこう身についていけば別に地域を問わず同じような発展をしていくっていうのはまあ考えれば当たり前なんですけれども、なかなかそこまでさらになんかオリジナルのコール入ってるとか、そういうのを見ると結構こう、勝手に、あのなんかこれはそれこそ日本のアイドルオタクのなんか変な権威性かもしれないですけど、なんか変に感動してしまうみたいなところがあったりして、そこですね、結構ビジネスとしてこのアイドル文化、アイドル産業ががっちり、もちろん日本ほどじゃないんですけど、全然日本とは全然違うんですが、ただ結構ビジネスとしてがっつり企業が、手掛けている、また特に日本のプロダクション、日本の会社と、えーがっつりコラボしてやっている、ユニットとかが非常に多いです。で、さっき言ったような、本当にファンの人が集まって作っているカバーユニット、カバーを中心にやってるような、ファンアート的なユニットもあれば、そこから派生してオリジナルユニットを、まあ、自分たちで、セルフプロデュースでやっているようなところもあれば、地元のローカル企業がやってるところ、さらに日本の企業がやってるところ、で、その中でも日本の大手企業と、絡んでやってるところみたいな形で、かなりこういう大きい、経営主体のピラミッドができているというふうに、聞いています。で、まあ、その一つの頂点にいるのが、タイの場合、
まあ、タイだけじゃないかもしれないですけど、まあ、48グループ、タイの場合は、BNK48 と CGM48 になります。で、BNK48 についての話、今日しないんですけど、いきなり、急にしない。BNK が一番大きいんですけど、しないんですけど、BNK が、まさしくお披露目されたのが2017年のこのジャパンエキスポタイランドです。はい。で、まあそこから、まあ9年ぐらい経っているという状況で、さっき言ったそのオリジナル曲とかがたくさん増えて、アイドルシーンがタイのアイドルシーンの活況を迎えたのはかなり BNK の影響が大きいかなと思います。ただ、今日10年と言っているように、その前からあるんですよね。アイドルの活動をしている人たちは。はい。なので、そのあたりの話も今日していきます。で、さっきいろんなアイドルグループあるよ、いろんなタイプのアイドルグループあるよという話と、それにタイのオタク、オリジナルでコール入れてるよって話をしたんですけど、まあ、いくつか今からグループ、ジャパンエキスポタイランドで見たグループ紹介していきます。このリキルというグループは、2021年にさっき言ったサイアムドルという、タイのプロダクションに所属してたラブレターというグループの元メンバーで結成されているグループで2023年に活動をスタートしています。で、後ほどこのメンバーの話が出てくるので、ちょっとグループの感じとか、ちょっと覚えておいてください。で、ステージの感じはこんな感じです。親しんでる人だったら、この後、シャー行くぞってなるのがわかると思うんですけど、まあ、こんな感じで、非常に、なんていうのかな、ある意味では王道のグループと、グループコンセプトかなと思います。で、どうしようかな。話がもうすでに30分になっているので、ちょっと YouTube の、ちゃんとした、映像を見せたいんですが、ちょっと一旦スキップして、えーまた違うタイプのアイドルグループとして、今回ジャパンエキスポで見た、グループ紹介します。シルバーライニングさんです。まあ、このタイプのグループもあるよっていう感じで。で、ちょっと今のこれだと分かりづらいんですけれども、結構メンバーのビジュアル、メイクとか、ヘアスタイルとかですね、が微妙に日本にない感じなんですよね。そういう意味では、日本トレースっていうよりかは、こうなんか、日本イメージの、また違ったなんかスタイルの、
タイの日本式アイドルとしてのビジュアルみたいなのがあって、そこもすごく興味深いなと思います。で今のファンの人たちの動きについても、これも日本のアイドルファンだったらそんなに不思議には見えない動きではありますけれども、なんていうか、楽曲に合わせて、この盛り上がり方、湧き方の違いみたいなものがちょっと伝わればいいなと思います。それについで、て、今、チャッはい、トにコメントをいただいているので、ちょっと読み上げますね。お願いします。お名前はちょっと出していいかわからないので、伏せとくんですけれども、こんなコメント来ました。タイ人は YouTube、SNS の普及によって日本をはじめとした各国のコールや、ミックスを学習してすぐに取り入れます。それをタイの楽曲に日本語のまま直接取り込んでいるという感じです。ジャパンエクスポなどで日本人のファンが来た際の動向を見て、すぐに使い始めることもありますし、日本人がタイのものを逆輸入するケースもあったりします。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。多分大体、ありがとうございます。タイに限らず、大体他の地域、日本以外の地域、まあ逆に言うと日本も、日本のファンも同じように、YouTube だったり、今だったり TikTok だったりを見て、ミックスを覚えて、ミックスっていうのは、まあ、これも雑な言い方すると、まあ、コールの呼び名だと一旦思っていただければと思うんですが、を覚えて、まあ、発生するわけです。で、今のコメントで一番興味深く感じたのが、タイのコールを日本の楽曲に逆輸入するっていうパターンが、私はまだ観測できてなくて、それは他の地域でも観測できていなくて、なので、すごく面白いなと。あと、ちなみにその流れでちょっと言うと、私は、ローカルの言語で、コールを入れる。これ、あんまりないんですけど、時々あるはず。多分、現地のご事情に詳しい方は、確かになくはないねと思われると思いますが、にすごく興味があって、ただ、多くはないんですよね。多くはないので、なんかそれも少しずつ知って、確認していきたいなと思っています。例えば SNH、今日は話さないですけど、中国、上海の SNH48 では、いわゆるガチ恋工場と言われる非常に長い、これはコールですけど、の中国語バージョンがあったと聞いていて、それぐらい、がっつり翻訳して入れているコールもあるんだなというふうに思っています。はい。で、私はこのグループすごい、シルバーライニングに戻りますが、ちょっとすごい面白いなと思ったんですけど、ちょっとデビュー年とかが全くちょっと追えなかったので、タイ語がわからないこともあって、これについても何かわかれば教えてください。で、次のグループがですね、デッドカットさんで、これもジャパンエキスポでたまたま見て、あ、このタイプだって思ったんですけど、後々で調べたら、日本のパスコードのプロデューサーの方と、タイのバンドの方によってデビュー曲が作られたとか、あとオーディション番組の出身だということが分かって割となるほどねと、パスコードと聞いてなるほどねと思ったんですが、えーまあ、このタイプのアイドルです。見てください。และพบกับซิงเกิลที่7ของเดคแคทและการแสดงของแอนนะคะน้องโทเปีย 昔は白かったもの綺麗な白が誰が汚したのか
感じで、もう全員に怒られるんですけど、タイのネオジャポって私は呼んでたんですけど、ネオジャポニズムさんってアイドルグループさんが日本にいて、というよりかは、デスボイスですね。デスボのパフォーマンスが入ってたりとかして、そっちの感じかと。まあ、これも、だから日本でも珍しくないパターンのアイドルジャンルじゃないや、アイドルの楽曲ジャンルなわけです。で、まあ、こんな感じで本当にタイのアイドル、幅広くてですね、楽曲ジャンルが幅広いって話をこのまま続けたいんですけれども、あの次、ちょっとさっき見せられなかった YouTube の方に行きたくてですね、YouTube タイムに入ります。せっかくなのでちょっと準備したので、さっきのリキリさんからざっと流しますが、これはさっきの最初に紹介したリキリさんですね。ไม่ให้เข้าใจคำว่าความรักสักทีบอกกันบ้างสิยังมีโอกาสไหมก็หมดทั้งใจเพลอชอบเธอเขาแล้วไงจะปล่อยมือไปคงไม่ไหวเช้าวันจันทร์รีบตื่นจากฝันเดี๋ยวไม่ทันก็สายเอาหรอกเข็มนาฬิกาก็บอกอย่างนั้นแต่ยังไม่อยากรีบเลย 続きまして、シルバーライニング。で、次が、フィーバーというグループなんですけど、これ2019年の、グループというか楽曲で、もう解散してないグループなんですが、本当にタイのアイドル楽曲が、なんかすごく人気があった時期の曲で、聴いていただくとわかりますが、シティポップです。シティポップっていうぐらいでいいかなシティポップ。めっちゃかっこいいです。เห็นจะผิดหวังเหมือนจะยอมแพ้เธอดูอ่อนแอแต่เธอไม่พูดจาเห็นจะอ่อนไหวเหงาก็ใครเขาเธอยังปิดบังว่าเธอนั้นเหมือนเก่าห่วงตัวเธอไหมว่ากับฉันสิจะกี่ครั้งพูดคำนี้แล้วเธอก็ปิดใจอยากรู้ ว่าจะมีคำไหนเปิดใจของเธอ Tell me now let the past slip out of your これ mind 別に東南アジアでシティポップ流行ったからやってるってわけでもなくて、その当時、日本にもシティポップやってるアイドル、まあ今もグループ全然あるんですね。なのでまあ本当に日本のアイドルの音楽ジャンルの幅広さがタイで、さらにそこからこうオリジナリティを持って今開いているっていうのが、ちょっと技術的だなみたいな話です。で、タイのグループ紹介するのが、こちらですね。これは、日本の吉本です。吉本が手掛けていたウェットスキンというグループがあるんですけど、こんな感じでした。これ YouTube から拾ってきたので、MV とかじゃなくてライブ。
で、ちょっとスライドではこの後にもう一個ちょっと紹介したいところがあるんですけど、ちょっとせっかく YouTube つけてるので、そのまま、まあ、さっき言った頂点の48を最後にお見せして、タイの話終わるんですけど、一旦終わるんですけど、今回私は CGM48 初めてじゃないか。ティフに、日本にライブ来た時は見てたんですけど、今回タイでの大きいステージで初めて見て、なんというか、本当これもなんかいい感想かわかんないんですけれども、すごく、なんかエキゾチックな意味での素敵と思ってしまったっていうのはあるんですが、とにかく素敵だなと思ったので見てください。これが、さっき紹介した、フィーバーのパスワードでした。で、次が、セータ16でした。吉本です。で、セータ16のメンバーだったピムさん、ピムカジョンさんが、さっき言ったアニモニウムで司会をされてました。日本語非常に堪能で、大学院で日本研究を専攻されて、東北大学に交換留学っていうのが去年のプロフィールで出ていたので、もう戻ってらっしゃるのか、まだいらっしゃるのかちょっとわかんないですけれども、日本での、勉強というか、研究をされてる期間もある方です。ちなみに、ステート16には、外務省、タイのだと思うんですけど、にいたことがあるメンバーがいたりとか、あの、これ日本以外のアイドルあるあるかわかんないんですけれども、なんか割と、非常に難しい大学に在籍していたり、なんか、将来の夢が、政治家だったりっていう方が、割と珍しくないなと思っています。はい。で、今お見せした CGM48 でした。タイトル読めてませんが、オリジナル曲でもう、なんか泣きそうになるぐらい素敵だなと思いました。で、さっき旗振ってたのは、最後に説明する別のグループのために用意してた旗だと思うんですが、もしかしたら、こういう大きい会場でやるときに使ってる可能性もなきにしもあらず、ずっと真ん中で最初の方ずっと振られてて見えなかったのは CGM48 の旗だったので、はい。
という感じで、タイのアイドルシーンでした。はい。で、いいです続きか？まして、あの、今ほちょっとど長くならないですけど、はい。コメントが1個あったので、非常に興味深いです。衣装が日あ、本式なのがすごいですねっていうコメントがあったので、ちょっと紹介しておこうかなと思うんでありがとうごすけど、ざいます。あと、CGM は一応確認ですけど、チェンマイってことでいいですか？チェンマイです。はい。はい、チェンありがとうござマイをいます。拠点に活動しているグループです。ははい。い。じゃあ続で、けてはい。台湾の方タイもお願いの話、台します。湾の話です。で、今のタイのもそうですし、これからお見せする台湾もそうなんですけど、確かに日本、衣装も日本式ですっごくちゃんとしてるなと思ったと思うんです。パフォーマンスも、衣装も、曲も。でも、超ニッチな音楽ジャンルです。超ニッチです。もう K-POP と比べたら本当にもうこんなですし、全体の音楽シーンで言ったらもう本当見えないぐらいの小さいジャンルだと思ってください。それ、日本とは比べ物にならないほどの多分大きさです。そこがこれだけ、力が入って作られているクリエーションだっていうことも、ちょっとなんか頭に置いておきたいなと思います。で、台湾はもうちょい短いのでサクッと進みますが、台湾はとにかく長いです、蓄積が。で、少年隊、急に名前が出てこなかったちゃったんで、後でちょっと調べて補足しますが、少年隊をもう模してると言わんばかりの、非常に古いアイドルグループ、3人組、男性3人組アイドルグループが、台湾にあるはずですが、そのあたりから、もう40年を多分超える、日本式アイドル、ファンの文化っていうのの蓄積があると思います。で、それによって日本式アイドルパフォーマンスの定着と発展が、脈々と続いてきてはいると思うんですが、この私が見ている限りのこの2018年からの間ですごくガラッと変わって、2018年当時はどっちかというとさっきタイのところで説明したような、カバーユニットがほとんどだったんですけれども、ライブハウスに行っても、そっちの方が多くて、で、48で言うと、TPE48 ができるかどうかっていうような話ぐらいで、えっと、正直、タイよりその日本文化との距離みたいなものは近かったはずなんですけど、そのなんかオリジナルのものが出てくるスピードに関して言うと、タイの方がちょっと勢いがあったし、早かったのかなと思っています。で、その後、この数年で、オリジナル楽曲、オリジナルパフォーマンスっていうものがすごく増えていって、るなと思います。で、その楽曲なんですけど、タイが主に、さっき日本語の入ってる曲も紹介しましたが、主にタイ語なのに対して、台湾の場合は日本語が結構、オリジナル楽曲にも使われています。で、よいしょ。でですね、後で映像をお見せしますが、いわゆる MC だったりとか、あと今日ちょっとデータとしてはお見せしてないんですけど、ライブ会場内の案内みたいなものが日本語で書かれてたりとか、ちょっとバイリンガルカルチャーになっています。で、じゃあ来てるお客さん、日本語できるのか、日本語みんな、日本出身なのかとかっていうと全然違って、誰も日本語わかんないのに日本語が入ってるみたいな状況もおそらく考えられます。で、これも補足してほしいんですけど、私個人的にはこの、5回ぐらいの、渡航で、毎回違うライブ会場に行っていて、ライブ会場が多いなと。これ、特にヨーロッパとかだと少ないなとか思ったんですが、えーなんだろうな。ライブをやる場所が多い。しかも、すごくたくさんあるわけではないんですが、ライブハウスもそうだし、ちょっとこうホールみたいなところもあるし、なんか、なんだろショッピングセンターの中にあるみたいな、ちょっとした会場とかが結構あって、で、このライブ会場の豊富さに伴って、プラス、日本との空間的距離の近さによるものなのか、日本のアイドルのライブ、おそらく特に2018年あたり、18年、19年あたりは、毎週やってたんじゃないかなって言っても過言じゃないぐらい、多分今も月に何回かやってるぐらい、めちゃくちゃ台湾ではライブをやっています。で、
今日はアイドルに限った話をしていて、私はアイドルのことしか知らないので、アイドルのことしか言ってませんが、おそらくアイドル以外も、バンドとか、他の、音楽も、台湾でライブやってるんじゃないかなっていうぐらい、多いです。で、まあ、それはライブ会場が多いからなのか、わかりませんが、そこもちょっと関係していそうだなと思いました。で、その中心地の一つであるシーメンディンという、最初にも写真を見せた町があります。私の中でシーメンディンは、原宿と、原宿と秋葉原を足したみたいなイメージの街で、えー陳イテイさんの台湾ジャニーズファン研究の中にも出てくる場所で、私はまあ台湾ジャニーズファン研究を読んで憧れて、こういう台湾のジャニーズファンが集まる場所がたくさんあるんだと思って2018年行きましたが、ほぼほぼなくなってました。2018年。私は見つけられなかったです。2018年。で、当時、ちょっと見つけられた、いわゆる日本のグッズを売っていたりとか、CD を、ちょっとこう大々的に扱っているお店の写真を撮った写真がここにちょっと並んでいるものです。で、明らかにもうなくなっているところもありましたし、2018年の段階でも、K-POP 優勢でした。もう明らかに K-POP のが多くて、日本のアイドルのものは、それにとって変わられているのかなっていうような雰囲気だったのを覚えています。で、そんな新メンディにある、すみません、読み方、いまだにわかんないんですけど、アルファベットで書くと、ジャックススタジオという、ライブハウスがありまして、これ今回行った時に撮った写真なんですけれども、これそのライブ、このジャックスタジオでやったライブの、なんかこう、ここ、それこそ10年の詰め合わせみたいな、この、額に入って飾られてて、左は全部アイドルです。それこそ日本式アイドルのライブ。で、そう。で、右がバンドのライブ。で、ビジュアル系かなって一瞬思ったんですけど、多分ビジュアル系じゃなくって、メタルとかなのかな。ちょっと、門外漢でわかりませんが、でも、要はジャックススタジオはアイドルライブをやる場所ではなくって、日本と同じようにいろんなジャンルのバンドのライブをやる場所で、そこに、日本からまたは日本式アイドル活動を、現地でやっている人たちがライブをする場所として、おそらく、定着している場所です。で、こう、パッと見ても2016年っていう文字が目に入ったりしますので、本当にここ10年ぐらいの、ここでやったアイドルライブっていうもの、これ多分絶対全部じゃない、全然本当にごくごく一部だと思うんですけれども、が貼られていました。で、ここでもう前もライブを見たけど、今回は本当にオリジナル曲をやっているグループが増えたなと思って、で、一つ目お見せするこのいたずらピエロさんの映像で見てほしいのが、MC で日本語を多分誰もっていうのは見ている人、誰もわかんないのに使っているっていうところ、誰もわかんないはちょっと偏見なんですけど、要は別に人に伝えるために使ってるわけじゃない日本語 MC。ひたすらピエロです。台这里的能够疫苗 LS アイドル呼んでください。はい、せーの。アイドル。はい、ミートダンドのカフェモセです。ももちゃん呼んでください。はい、せーの。ももちゃん。よろしくお願いします。宮野様呼んでください。せーの。宮野様。白いのは下で下でください。せーの。对呀。也不是非常感谢魔法邀请我参加这次的拼盘。但好早哦。我们刚以为就是。メインの MC は、下来之后发现就是。今聞いていただいたトリプトファーなんですけど、最初の自己紹介、メンバー一人一人の自己紹介と最初の、皆さん、こんにちは、いたずらピエロですからの、私は誰々です、なんとかって呼んでください、せーのっていうのが日本語でやっている。けれども、特にタイはないですが、聞き取りづらいというか、日本語の発音としてちょっと聞き取りづらい、ので、おそらくそれを、なんだろう、伝えるために使っているわけではおそらく伝えるために使っているわけじゃないというふうに考えました。で、こんなふうに日本語の MC を入れてるところも入れてないところもあるんですけれども、で、楽曲も日本語を使ってるところと、
中国語で歌ってるところがあります。今ちょっと流しちゃったんですけど、存在証明ノーフェイスノーリアリティさんの、ライブ、ここもさっきの、デッドカットさんみたいな感じの、いわゆるちょっとロックなデスボイスが入る感じのかっこいいグループさんなんですが、後ろに映像が出てて、大体台湾のアイドル、これも、今回行ってみて思ったんですけど、後ろに映像が出せるところでは映像が出てて、オリジナル曲だと歌詞が出るっていうのが割と定番でした。はい。で、次がまた YouTube になるので、一回止めますが、日本語で歌ってるオリジナル曲もあり、日本語でのオリジナル曲も結構あったので、それを共有します。よいしょ。その間ちょっと喋ろうかなと思うんですけはい、おど、願いします。なんかですね、まだちょっと YouTube には切り替わってないですね。はい。ですね、マレーシアの、なんていうか、コミックフィエスタっていうイベントであったアイドル、コンサートでも、やっぱり歌詞が出ていたり、うんうん。日本語の MC が入っていたり、後ろに映像が出ていたりよくありました。で、それは、うんうん。多言語空間だからそうなのかなと思ってたんですけど、ああの、まあ、日本語がわからないけど、日本語が好きな人のためにそういう、配慮をしているのかあ、うんなとは思っうんうん。てました。すいません、どうぞ ありがと YouTube。うございます。はい。タイがどうなのかがちょっとわかんないのであれなんですけど、インドネシアではあんまりないうので、ん。そうです。全くないわけじゃないですけど、まあ、グループ名に日本語が使われてたりとかはあるんですが、あんまりないのかも。結構、でもその多言語空間だからっていうのはもしかしたら、マレーシアの場合あるかもしれないですね。では、YouTube に切り替わってますでしょうか？大丈夫かな？YouTube の映像で、台湾の、ハッピーホリデーのライブ映像を流します。めっちゃ、これもエスニシティ問題になりますけど、なんでちょっと言いづらいんですけど、めっちゃ日本のグループに見えるっていうぐこれらい、言いづらいところなんで私が言っていいですか？さっはい、きのタイのグループに比べると、はい、この一個の例だけですけど、ここにはい、求められてる、なんかその美の規範というものが、日本の10代ぐらいの、若い女の子のアイドルグループに求められてる、なんかその規範と、一致してる率が高いなっていうのは思いました。うん、うん、うん、タイの場合だと、センターに立ってる人が眼鏡かけてたり、うん、うん。いわゆる、なんていうか、標準的なというか、標準的な日本的な昔の10年、15年前のアイドルの、なんていうか、イメージと、だいぶ違アニメう。文脈なんですよね、多分。ちょっとアニなるほど。メっぽい。うん、なので、今、上岡さんがおっしゃろうとしている、違いというのが、確かにあるなっていうのはよくわかりましうた。ん、うん。そう、どっちも、なんかいわゆるその、
音楽グループとしてちゃんと作られてるっていうのはどっちもそうなんですけれども、なんか、あの、同じ日本式アイドルグループなんだけど違うなっていうのがお分かりいただけたかなと思います。で、なんか日本のグループが一緒に、まあ、いわゆる対バンと呼ばれる複数出るライブなので一緒に出てたんですけれども、なんだろう。日本の事務所が手掛けてるグループも出てたので、そういう意味でも、なんかこの言い方が正しいかわかんないですけど、日本のグループなのか、台湾のグループなのか見分けがつかないぐらい、の感じはあって、で、もっと言うとまあ、カバー曲なのか、オリジナル曲なのかわかんないぐらいのものもあったりはしたんですが、えーまあ、それぐらいかなり超日本っていう感じだなというのを感じております。で、まあ、こんな活動をしている人たちを見て、個人的に、本当に個人的に私が普通にライブを見て、素敵だなと思った人のところに、特典会と呼ばれるお話をして一緒に写真を撮る時間があるんですけど、本当に個人的な趣味っていうか好みで素敵だなと思った人のところに行きました。で、で、お一人はその個人的に素敵だと思ったんじゃなくて、言い方変なんですけど、もちろん素敵だったんですけど、あの、調査協力者の方に、情報をいただいて、長く活動をしていて、前身のその方が、このアイラさんという方なんですけど、右側の黄色いお衣装のアイラさんが前にいたグループを私は日本で見ているので、それもあってアイラさんと同じグループの、ピーナッツさん素敵だなと思ったので、チェキを取りに行きました。で、まあ、そこでお話をして、分かったんですが、たまたまですが、ピーナッツさんとアイラさんはもともと10年前に一緒にそのアイドルカバーユニット、そのさっき言った本当に最初にアマチュアのファンの人が集まって作るような、カバーユニットを、2人とも多分他にもメンバーがいらっしゃると思うんですけど、2人ともそこから、まあ、アイドルの活動を始めたんだということが、本当にたまたま分かりました。で、その後のまあ、いろんな他のグループに入ったりとか、他で活動したりっていう、経験も経て、今もこう10年経った今も、アイドルとしての活動を続けているという状況です。で、こちら、さっきのハッピーホリデーの、ワンちゃんさんなんですけれども、こちらの方も、勝手に素敵だなと思って会いに行った方です。で、こちらの右側の大根みゆいさんとお読みしますけれども、大根みゆいさんは、台湾出身で日本で活動されてるソロのアイドルさんです。で、今回まあ台湾に行くにあたって、いろいろライブ情報を調べている中で、たまたま、ミュイさんの、SNS を私がたまたま X で見つけて、で、そういうライブがあるんだ。で、オネミさんは普段は日本に住んで日本で活動しているので、台湾遠征という形で、まあ凱旋ではあるんですけど、台湾でライブをすると。で、さっきあった2つの別のライブは、このミュイさんが出るライブということで、ミュイさんからの情報というか、ミュイさんの SNS をきっかけに情報として見に行きました。で、まあ、その段階では、大根ミュイさんのことも何も知らなかったんですけど、えーまあ、行きましたと。で、蓋を開けたら、2人とも10年選手で、大根ミュイさんも、ちょうど10年ぐらい、アイドルの活動を、していると。で、このワンちゃんも、えー素敵だなと思ったので、チェキを取りに行くはいいけれども、何語で話せばいいんだろうっていう不安があったんですが、行ったら、日本語めちゃくちゃ喋れて、あれ日本語喋れる人だっていう風になって、それでまあいろいろ話を聞いた結果、もう10年ぐらい、アイドルをやっていて、で、前は全然違うタイプの、もっとかっこいい感じの、もっとなんていうのかな。歌詞がエモーショナルな歌詞で、それをこう届けるってことを大事にしているみたいなんだけど、今は本当に元気で可愛いっていうのを大事にパフォーマンスしているっていう話とかを、たまたま聞くことができました。で、さっきのピーナッツさんもそうなんですけど、本当に今回たまたま行った人が日本語が喋れた。で、
これ別に全員日本語ができるわけじゃなくって、本当にただ引きが強かっただけで、他の方に言ってたら日本語できなかったという状態です。で、この皆さん10年やってるっていうのを聞いて、私が思い出したのは、JKT48 で私が、この10年間のフィールドワークでずっと活動を見ている、このフェニ・フィトゥリアンティさんという方なんですけども、以前別の、報告でも何度かお話ししているのでご存知かもしれませんが、現在、今ちょっとこのグループを離れているんですけれども、最後にやった総選挙で、1位22万票、2位が11万何票だったので、桁違いで、これでもすごく人気があるかっていうと、ちょっとそこは置いといて、総選挙はすごく票を入れるファンがいるかいないか勝負なんですが、このフェニーさん、私はたまたま10年前に、よし、JKT でフィールドワークするぞ。誰か、この人が私の推しですって人決めなきゃと思って、10年前本当に入ったばっかりだったフェニーさんを選んで、この子が推しですということにして、フィールドワークを始めました。その当時は本当に新メンバーで、誰そんな子いたっけとかって言われてたんですが、なんか10年経ったらなぜか1位になっていてびっくりという、本当になんかこの海外フィールドワークでやたら引き強いという謎の自負があります。で、このフェニーさんが何かっていうと、もう今、ただ一人残っている、10年以上やっているメンバーで、彼女の今の目標が JKT48 を、JKT48 にすると入ってしまいましたが、インドネシア・ジャカルタを拠点に活動している48グループ、AKB48 の海外姉妹グループ、初の姉妹グループです。で、国際、インターナショナルな人気のあるグループ、それこそ K-POP も超えた、インターナショナルなグループにしたいっていうのが彼女の夢で、もう卒業は考えてないし、今、27歳かななんですけど、30歳になるまでもやっていきたいっていうふうに言っています。で、30歳までアイドルやるっていうのは、日本だともう全然珍しくないんですけど、JKT だと、もちろんなくて、もうみんな20代で、もちろん卒業して、特にほとんどのメンバーが、結婚している、その結婚している様子とかをインスタグラムに載せるので、私たちも知るところなんですけれども、っていうような、割とちょっとこう、古風なっていうと、地域のバックグラウンドをちょっと無視しちゃいますけれども、アイドルで言うと、あと、いわゆる女性としの、キャリアパスというか、ライフプランの中では、ちょっと、日本で言ったら少し古風な感じのする、えー人生をたどっているメンバーが多い中で、彼女は30歳までやっていきたいということを語っている一人です。で、このあたりを総合すると、タイで、話してくれたことだと、カバーユニットから始めて、日本に留学したり、タイで就職したりとか、して、で、今は仕事しながらもアイドル活動をして、で、その10年前っていうのは BNK もできてなくって、もうどうやって日本のアイドルやっていいかわかんないから、もう自分たちで工夫して DIY でやる必要があった。そんな時代からスタートして、今もやっていると。で、台湾で、やっぱり10年続けるっていうのは難しい中で、事務所に入るとか入らないとか、どういう形で活動を続けるとか、あと特にオリジナル曲をどういう人に作ってもらうとか、そういった話も聞けたんですけれども、いずれにせよ、自分のやりたいことだから10年続けられるんだという語りがありました。で、この5年で私自身の、感触とも重なったんですけど、台湾のアイドル、アマチュアだったのは非常にプロフェッショナルっぽいというか、プロフェッショナルな領域に近づいて、カバーユニットじゃなくてオリジナル曲をやるようになって、ファンもなんか、そういうコールのカバーも結構あやふやで、シャー行くぞっつった後、ちょっと声ちっちゃくなっちゃったりとか、メンバーの名前を入れるところになると、名前はわかんないから、なんか、名前のとこだけちょっとちっちゃい声になるみたいなこととか全然あったなって
記憶の中にあるんですけれども、今はもう全然そんなことはないという、そんな感じです。で、まあ、JKT では、そのさっきのフェニーさんが3期生なんですけど、2014年に加入して、で、同期で、大体10年ぐらいで最近、本当になので最近去年とかに卒業したメンバーが4人いて、でも4人は10年以上在籍したことになります。で、そのフェニーさんは実は2024年にちょっとグループから活動休止していて、で、今、クワッドリップスっていう違う BNK48 と、マニラの MNL48 とクアラルンプールの KLP48 のメンバー、とフェニさん、JKT のフェニさんの、4人でちなみに前は、SKE48 の日本のメンバーも入ってたんですけれども、そういう国際ユニットを今、48がやってるんですけれども、あの、既存の48楽曲とは違う、ちょっと K-POP も意識したような、すごく踊るグループでやっていて、ちょっとまだうまくいってないんですけれども、そっちに注力するために今、JKT をフェニーさんはお休みしている状況です。でも、まあ、10年間、JKT で頑張って、で、JKT を大きくするために、クワッドリップスで頑張って、JKT をさらに大きくしたいという、まあ、夢があって、やっています。で、この10年っていうキーワードがなんか自分の中に浮かんできたときに、まあ、どう注目するかっていうふうに考えて、日本でアイドル活動を10年やる人、今も、大変なんです。10年もやるっていうのは大変なんですけど、正直、珍しくない、今現在珍しくない状況です。で、まあ、10周年ライブがあったりとか、さっき私 SNS に、2丁目の先がカミングアウトさんの15周年ライブが明日ありますというふうに告知して、毎年告知してるんですけど、私が論文でも事例として扱っているグループですけれども、まあ、そんな感じで、10年以上の、えー活動があるアイドルさんいなくはないんですよね、全然。ただ、まあ、やるのが難しい。しかも日本と全く環境が違うインドネシア対台湾でも同じように10年続ける土壌ができてるっていうことがすごいな、すごいっていうか、そこが注目するべき点だなと思っています。で、さっき言った通り、日本式アイドルシーンなんて各地で超ニッチなわけです。で、さっきもちょうどKLP48 の配信にファンの方がコメントしてる、えー X のポストが流れてきて、で、その J-POP のアイドルっていうのはすごくこう、ニッチだけれどもっていうようななんかコメントに答えている、まあ、切り抜き動画が流れてきてたんですけど、もう確かに本当にそうだと思うんです。もう、マレーシアの音楽シーンの中でもう J-POP もちっちゃいし、その中でアイドルって言ったらもう本当にもう消えてなくなりそうなぐらいのきっと大きさで、日本みたいに、将来、俳優とかモデルとか、違うステップを考えつつのアイドルだったりとか、たまたま入った事務所で、アイドルをやらされたとか、習い事感覚でアイドルになったとか、あと、たくさん好きなアイドルがいて、アイドルになりたくて、アイドルのオーディションを受けたみたいなことでは多分全然ない。それとは全く違う、環境の中で、あえて日本式アイドルを選んで、オーディションを受けたり、自分たちで結成したりして活動をしているっていうこと、それができる生き方、働き方、それこそ両立してる人の場合は、そういうことだったりとか、あとその後のキャリアパスとか、そういったことが多分この10年でだいぶ変わってきてるんじゃないかなと。それはもうアイドルとかと関係なく、要は自分のやりたいって言い切っていいか分かんないですけど、多分この場合はやりたいこと。やりたいことと、こう、何かを両立できる、生きることを、人生を両立できるような、状況の変化が各地でなければ無理だよなとはちょっと思っています。あと、それに対する目線、それこそ、じゃあ30歳までアイドルを続けるっていうことに対してどういうこう眼差しが向けられるのかとか、それでそれを支えるファンですよね。ファンのそういうとか、あとクリエイターの成熟がないとできないし、あとは、今日コメントでもいただいてますけど、YouTube だったりとか TikTok だったりで、そういう情報が入ってくる、または日本のクリエイターと共同して、音楽を作るとか、そういったことができない
と無理なので、そういう後押しがあるのかなと思いました。で、あと10分ぐらい話します。2015年前後に、各地域で、また世界でどんな変化があったのかっていうのは注目すべきですけど、正直ちょっとわかんないので、そんなざっくり、こういう世界情勢があってとかって言えることでもない気がしているので、これはおいおい考えていくとして、今回この報告準備していく中で、たまたま、そういえばってなったのが、フェスティブっていう日本のアイドルグループがいるんですけど、フェスティブタイでめっちゃライブやってて、初めてタイに行ったのが2015年なんですよね。で、これ別にタイで人気が出たからじゃなくって、チアーズっていうアプリで、ファンの人がもうすごい課金とかして、押し上げて、このノタルっていうグループとフェスティブっていうグループが、えーこのコネクトジャパンっていう、ジャパンエキスポじゃないコネクトジャパンっていうライブに出たのが最初。で、それ以降、タイを中心に海外でもライブをめちゃくちゃやっていて、現在、さっきから何度も出てるサイアムドルに所属してるスモモ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 モのうち、略してスモモというグループがあるんですけど、スモモはフェスティブの妹分グループなんです。要はフェスティブの、えーいるライズプロダクションとサイアムドルが共同して作ったグループなんですね。で、今、フェスティブが、タイでライブをやるとどんな感じなのかっていうのを映像で見てください。待って、こっちじゃない。こっちから。私が珍しすぎて振り向いて動画を撮る人が結構多い。珍しいか、多すぎて。他の目当ての人ももちろんいっぱいいるわけです。革命的オーバーニュース。子たちは、このオレンジの子たちは日本から来てるから。これが前の日です。これ日本でフェスティブ、ライブ、野外とかこういう広いところでやっても、あと大きいいろんなグループが出るようなライブで、やっても、すごい人気の曲があるので、これぐらい人来て盛り上がるんですけど、日本だと、旗とか、いわゆるその肩車して上に上げるとか、リフトとかが制限されてる場合が非常に多いので、こうはできないっていうのが、現状としてあって、で、他のところちゃんと見れてないので、ご存知の方いたら全然教えてほしいんですけど、この旗振るのは、多分タイでフェスティブがやるときだけ、タイであるあるなのかっていうとちょっとわからない。さっき見た CGM でしか見てない、えー日本で旗振るのはあんまり見たことない、やれるとこ多分相当限られてるってなると、なんかちょっと独特のもしかしたら応援スタイルなのかなとちょっと思っています。で、よいしょ。私は2017年4月にインドネシアのブカシでフェスティブが出た時見に行っていてですね、実は。ちょっと実は映像とか全然撮ってれてなかったんですけど、まあ、
今見たジャパンエキスポとは全然違って、なんていうか、ファン以外の人からも、日本のアイドルだっていう感じで注目を集めてて、まあ、この今たくさんいるオーディエンス、もう夜の一番最後の鳥だったんで、ほとんどの人が見に来てたんですけど、ファンの人も来てるけど、ファンじゃない人もみんなすごい関心持って集まってる感じでした。で、まあ、もちろんこういう、特典会にはファンの人が来て、で、次の日、なんか確か急遽決まったんだったと思うんですけど、このインドネシアの SCTV の朝の生放送に出てパフォーマンスをするというのがあって、やったりとか、そんなことがありました。で、まあそんなこんなで、10年経って、もう本当にたくさんの、ファンが、アジアにいるという状況です。で、はい、最後締めていきたい。日本式ポピュラー文化に生きる若者実践の場としてのアイドルとして、まあ、さっき言ったように、まあ、やりたいことじゃないとちょっとできなさそうだなと思っていて、日本以外の地域では主体的に日本式アイドルを選ばなければ、日本式アイドルにはならないんじゃないかと。つまり、この日本式カルチャーっていうのが自己実現の受け皿になってる可能性ってあるのかなと。で、これ別に日本式アイドルだけじゃなくてもいいし、日本で言ったら、日本初のカルチャーで言ったら、まあコスプレだったりとか、なんか他にもなんかあるかもしれないし、別にこれ日本のポップカルチャーだけとは絶対多分言えないので他にも何かありそうですが、なんかでもそれもこれも一つの受け皿になってるのかなと思いました。で、タイで、まあ、サイアムドルカフェの話をこの後しますけれども、のキャストさんとお話をしたときに、なんでここで働くようになったのアイドルが好きなのっていう話をしたら、いや、全然アイドルはそこまで興味がない。興味がないとは多分このアイドルカフェというコンセプト上、そんなはっきりは言いづらいと思うんですけれども、アイドルがすごい好きというよりかは、まあアニメだったり日本のものがすごく好きで、でもそれよりも、こう、自分が就職したりするっていう時に、ちょっとあんまり現実味が湧かなくて、もっといろんなことをやってみたいなって思った時に、この募集を見て、選んだと。なので、モラトリアムとしての、このカフェ店員、日本式ポップカルチャーカフェ店員っていうのが一つあるのかなっていうふうに、そのお話を聞いて思いました。で、それからアイドルになりたいんだけど、なれなかった時に、メイド喫茶で働いていたって、で、今もメイド喫茶で働きながらアイドルをやっているんだっていう、方ともお話をして、で、今まで10年選手の話を今回たまたま聞いてたんですけど、この方も私が素敵だなと思って聞いた方で、本当に対照的で、アイドル1年生、アイドルやったことない、今がデビューしてまだ1年目で、まだまだちょっとパフォーマンスに不安はあるんだけど、今やっと体力がついてきたところでっていう、本当に初々しいお話を聞かせてもらって、で、カフェでもやっているし、他のメンバーもカフェでやってる人がいて、で、カフェではもう複数年、4、5年やってて、で、少しでも日本のアイドルっていうものに近づけたらいいなと。で、今、アイドルになれてすごく幸せっていうことを言っていて、で、ちょうど来月、日本に実はライブでやってくるので、ちょっと見に行こうかなと思っています。で、そのサイアムドルカフェはもうまさしく、実はこの求人の段階で、ここで働いたらアイドルになれるかもしれないっていうのを言っています。こんな感じで。なので、今回は、まあ、ジャパンエキスポと被っていたのもあって、アイドル店員さんと呼ばれる人たちは、もちろん出勤していなかったので、それも関係があるかもしれませんが、今回話を聞くことできなかったけれども、アイドルになりたくって、カフェで働いてるっていう人もいるかもしれません。で、このどんどんドンキが入ってる、どんどんドンキの建物の中に入ってるんですけど、まあ、本当に日本と全く同じメイドカフェのスタイルで、まあ、こうお絵描きをしてくれて、で、日本から来た、見えづらいんですけど、真ん中にもえあずさんのサインがあります。今多分大食いタレントでご存知の方もいらっしゃると思いますけど、外神田一丁目というアイドルグループで活動をされてました。で、これ周りにもたくさんいろんな日本のアイドルの、チェキが貼ってあって、要はこのお店でファンとオフ会イベント、タイでライブをやるときにオフ会イベントをやってるんですね。その時の写真、と思われるものがたくさんありました。はい。で、このどんどんドンキの中には、まあ、こういう日本食のお店とかもたくさん入っていて、その中に、まあ、サイアムドルカフェも並んで入っていて、で、その上に、ドンキホールっていう、
ライブ会場があって、で、特にサイアムドルの主催で、ここでライブをやったりすることが多いみたいで、えー日本のメイド喫茶とアイドルカルチャーのつながりよりも、よりなんかそこの距離が近いように、私は感じて見ております。はい。私が喋るターンは以上です。これ最後の、台湾楽しんでください。これは、つくよみカフェで、書いていただいたんですけど、いや、今回、これ本当に最後、ただのおしゃべりですけど、あの、メイド喫茶も台湾とか香港とかで行った時に、大体日本語を喋れる方がいて、結構日本語がで接客してもらって楽しい思い出が実は今まで多かったんですけど、今回これは逆で、たまたま日本語を話せる方がほとんどいない時にばっかり行ってしまって、そうすると、話せないから、これちょっとお店の不名誉かもしれないですけど、放置されちゃうんですよね、お客さんとして。ちょっとあの人は話しづらいからっていうことで。で、結構寂しい思いを今回してしまったんですけれども、実はつくよみさんでこの日、キッチンを担当する妖精さんと言われるスタッフさんがお休みの日で、メイドさんの一人がキッチンに入って全部作ってたんです。その方が日本語ができる方だったということが分かり、私がこうしょぼくれて、なんか一応でもおすすめって教えてもらったこのタピオカワッフルを頼んだら、これが出てきて、もうびっくりしたんですね。今までみんな日本語はあんまできないって言って放置されてたところに、こんなに流暢な日本語で、しかも、メイド喫茶に造形の深い方だったらわかると思うんですけど、お絵描きめっちゃ上手なんですよ、これ。ものすごくレベルが高くて、こんなキャスターさんいるんだと思って感動して、この方とチェキを取らせてくださいと言って、お話を聞いたら、まあ、長く、キャストやってる方で、日本語すごく上手で、何度も日本にいらしてて、なんか、調布の話とか、調布に行った時の話とか教えてくださって、ここがおすすめでとか、そんな感じでお話しして、こんな、今日はちょっとバタバタしてて、台湾のおもてなしができなくって、本当に申し訳なかったんですけどっていう、ことを言ってくださって泣きそうだったというエピソードを添えて、はい。なので、言語って結構ポイントですね。ということで、はい。今日のお話を、いろんな言語でありがとうも添えて終わりたいと思います。ありがとうございました。上岡さん、ありがとうございます。はい。ですね、ちょうどちょっと順番前後するんですけど、日本語の MC についてコメントをいただいているので、ちょっと紹介します。はい。タイは MC で日本語を話すことはほとんどないですね。それでは聞いてくださいなどはたまにありますが、なんとなく日本語を話したいというだけの感覚です。うんうんうで、ん。ですね、アイドル、なんか東南アジアのアイドル事情に詳しい方あ、本が当だ。いらっしゃっはい。て、アイドルの日本語を話せる割合は、インドネシアと日本語はまあ同じぐらい、インドネシアと香港が大体同じぐらいで一番高くて、それに続いて台湾、それに続いてタイっていう感じだというのが、私の個人あ的感覚だっていうコメンあ。トをいただいています。あで、また同じ方から、本当にたくさんコメントありがとうございます。ですね、あ。あ、サイアムドルカフェの初期制服は、さっきのリキューのエイラはい。さんがデザインしたアイそうです。ラさんですね。さっアイラさん。きのごめんなさい。私がアイラさんの字を間違えてしまって大変申し訳なかったです。で、はい。正しくは、来るの方ではなくて、楽しいの方楽でアイラしいですね。はい。さんですね。ありがとうございます。はい、コメントたくさんありがとうございます。えっと、で、ついでにコメントをこのまま少し読んで、なんか分かる範囲で答えていこうかなと思うんですけど、ですね、もう一個中国語が詳しい方からコメントいただいてます。ちょっととりあえずコメント読みます。台湾ではアイドルのことをどんな語彙で表すんでしょうか？古くからある語彙としては、漢字で書くと偶像、偶思案というのがありますが、大陸ではアイドルを音として訳した、はい。アイドル、愛に豆と書いてアイドルという語もあるようで、このあたりの影響はあるようです。他にスターを意味する、明星、明るい星と書いて、民心という語もあったりなど、これがどのように使い分けられているのか、語彙がアイドル文化の流星によってどう変化したのかが気になります。また、なお台湾の文脈では標準化された過去のことをプートンファー、普通派と呼ばないように思います。あくまで、中国大陸の標準語という意味になってしまうので、ジョンウェン、中文と書いてジョンウェンか、うん、確かに。国語と書いて語彙ですかね。と書いていただいて、私もプートン派ってつい言っちゃうんですよね。大学で中国語を勉強すると、プートンファーって習うから、プートンファーって言っちゃうんですけど、それ多分やっぱり北京中心的な発想だと思うので、コメントいただいてすごい助かりました。上岡さん、これについてどうでしょう？なんか台湾に行かれてどんはい。なアイドルのことなんて言ってました皆さん？
でも、基本的には、この偶像が多くて、でも、うん。アイドルで見るときもあって、で、うちなみに、プーん。トンファンの話で言うと、アイドルの方とお話ししていて、で、私も最初、台湾ファゴだと思ってて、言ってたら、いや、そうじゃなくて、プートンファンだね、みたいなことを言われて、そうなんだっていうふうにええ、なったので、はい、ちょっと今回使ったんですけど、多分、私に分かるように、言い換えてくれてるのかなとは、なるほど。ちょっと、はい、思います。で、ちなみにその流れでちょっと、中国語の話をすると、なんかやっぱり中国語の作詞をするっていうのが、日本の語の作詞をするのと、やっぱりこれ多分、インドネシア語もそうだと思うんですけど、結構、日本語以外の歌詞って、韻を踏んで歌詞を作るのが多分すごく大事で、なので、日本語で歌詞を作ったりするのとちょっと違うので、こう、クリエイターにお願いしたりとか自分で書いたりするのが、ちょっといろいろ難しさがあるというお話もその流れで、聞きました。なので、そうだな。自分自身、そのアイドルっていう言葉を、検索するときに私はまだ全然、この偶像を使って検索することが多くて、もちろんこの他の子を見ることもあるんですけれども、それがどういうこまでどういうふうに使い分けられているのかなっていうのが分かっていないので、逆にちょっと今後チェックしていきたいうん。なと思います。ありがとうございます。コメントいただいた方もちょっと名前出せないですけど、ありがとうございます。私も勉強になりました。じゃあちょっとコメントついに見ていくと、もう一個、ですね、衣装についてのコメントをいただいてます。ですね、日本の高校の制服にインスパイアされた衣装が、アジアでアイドルの衣装になっているのは興味深いですっていうことを書いてくださっていて、どうですかね、確かになんか日本っぽかったですけど、なんかこういう日本っぽい衣装は、東アジア、東南アジアで、なんていうか、あるいは日本のシンボルとして受け入れられているのか、なんかそれとも若さの象徴なのか、こういや、なんかこ多分日本のアイドルだと思ってう、うて、ん、これはちょっと私はインドネシアしかわかんないんですけど、特に JKT のだと、衣装のこと制服って別に制服じゃなくても制服って呼ぶんですよね。多分うん、全部が全部じゃないかもしれないですけど、でも割と制服っていうことが多くて衣装のことを。なので、なんか別に日本語で見る学校の制服じゃないんだけど、制服って SEIFUKU って制服っていうことが多いので、うん。ユニフォームとかっていうんじゃなくて制服って言制ってるんですか？服です。はい。へえ。制服っていうので、なんか、それぐらい、なんだろう。日本だと、それこそその学校の制服みたいな衣装のことを制服衣装って言ったりするんですけど、なんかそこはそういうふうに分けられてはいないなと思っています。で、ちなみに日本で制服が多いのは、これなんか最初聞いたのは、最初聞いたというか、本当に大昔は、本当に中学生とか高校生をやりながら青春スターをやっている人たちが、マルベル堂に撮影に来るときに、もう学校からそのまま来るので、もう要は私服としてそのまま制服で写ったりとか、要はもうう駆けつけて撮ってるん。ので、っていうところから始まってるというのは聞いたことがあるとか、という、語りは読んだことがあって、で、あとは、割と揃えやすい、自分たちで用意する場合にすごく揃えやすいっていう事情もあったりして、かなり定着しているかなと思います。はい。日本以外の国の地下アイドルはどれほど日本的であるかを知りたいです。日本らしさを測定するためにどのような基準を用いることができるでしょうか？これさっきの、あの美、美的基準じゃないうかもしれなん。いですけど、そのあたりの、このなんか髪型、エステティック、髪型とかメイクの、なんかこう、美的な基準を多分、指標にすることが多い気がします。なんか例えば前髪があるとか、えっと、うん。髪のヘアメイクの仕方だったりとか。で、プラス、ファンの人の要はミックスが入るとか、それもあったら、もう完全に、日本式アイドルなんだなっていうのはわかりますし、だから日本らしさは正直、多分おっしゃってることは、さっき言った私の日本のアイドルのオーセンティシティの話な気はしていて、どれだけ日本的かっていうことを、多分日本目線では測定しないと思うんですよね、おそらうん。く。日本の
あ、これ完全に日本のアイドルじゃんみたいな感じで、その日本式アイドルだなってことはわかるけれども、それはさっき言ったエステティックの部分とか、その衣装の部分とか、コールのやり方でわかるけれども、日本に近いかどうかっていうところは別にそこまで測定していなくて、でもさっきの台湾のグループみたいに、ほとんど日本のアイドルと一緒じゃんって思うような、のは、例えば日本語の、なんかこれも権威的な言い方であんまりあれですけれども、発音だったりとか、歌い方だったりとかのところ、まあ、言語によるところは多分あるんじゃないかなと思います。ただ、他の地域からのその日本的か、日本らしいかっていう測定は、もう本当に日本の人が関わってるかどうかだっていうふうには聞いたことがあって、えっと、そこを日本の目線では見てないかなと思います。なんか、それに関して今、最新で入ったチャットで、はい。チェキや物販の有無も日本式と言えるか、一つの基準じゃないそうかっていうコメンですね。トがあっはい。たんですけど、これはもちろんそうだと思いうん。ます。それ、K-POP のアイドルとかではチェキとか物販とかはないってことですよね。全くないわけじゃないですうん。けど、地域じゃないというか、なんだろう、その特典の種類が違う。ただ、じゃあ、48グループでチェキ取ってるかっていうと、違うので、必ずしもチェキがあったらっていうわけでは全然なういんですが、ん。まあでもその物販のスタイル、今回もちょっと取ったんですけど、例えばこう、入場列で使ってる最後尾札だったりとか、チェキ券のデザインとかを見ても、あ、日本式なんだなっていうのが、もう見たらわかるっていうのはあると思います。なるほど。なんか表現のレベルで言うと、なんていうか、日本的なものっていうのが一つの基準に収まるものじゃなくて、さっきのタイの見せてもらったやつだと、シティポップを模したやつあったじゃないですか。はい。あれ私すごい面白いなと思って、要するにシティポップっていう20世紀の後半の一時期の、なんていうか、スタイルとかエステティクスみたいなものを模倣して、まあ、模倣というか取り入れて、自分たちの表現に活かしてるわけじゃないですか。それは単純になんていうか、その日本のアイドルとはこういうものですっていう一つの基準に従って、それを模倣しようとするよりは、なんか日本の中にあった歴史的な表現文化、音楽文化、MV とかの文化っていうものを踏まえた上で自分たちが何をするかっていうのを出そうとしてると思うんですよ。その意味で、なんていうか単一の均質な日本っていうものとの比較で距離が取れるっていうような、状況よりももっと多様なものが、すでにうんうん。東南アジアのアイドル文化の中にはあるのかなと思いました。うんうん。はい。じゃあちょっと次の質問を読みますね。こちらは中国の話ですね。香港、あるいは台湾も、香港とか台湾では日本の流行歌のカバーの歴史があって、中文、ジョンウェンの形式にのっとりながらサクッと作詞していく職人のような人がいますねっていうこうんとでした。うん。これ、要するにちょうど前々回ぐらいでグエン・フー・キーさんっていううんベトナムの先生の会があったんですけど、その中でも20世紀のその半ばから後半にかけて日本の歌謡曲がベトナム語に翻訳されてっていう話があったんですけど、多分歴史的に見たときに、そのアイドルの21世紀におけるアイドルの隆盛っていう話をする前の段階から20世紀のところから、その日本のそのポピュラーカルチャーが普及して、それをローカライズする文化っていうのが、多分東アジア、東南アジア一帯に一定程度あったっていうのは、うん。そうなのかなと思います。上岡さんいかがでしょうか、この点について。はい。このあたりについては私は自身ちゃんと勉強できていないので教えていただいて、またそのベトナムの、事例ともつながるということが分かって、多分そうですね。もっときっと調べていくとうん。いろいろとつながる点がありそうだなと思っています。ありがとうございます。はい、次、どんどんいきますね。今回ご発表の3地域で、特典会、物販の特徴の違いなどはありましたか？これ、あんまり分かってなくてうん。難しいな。なんか、言ってしまえば、もう本当に、それこそグループの規模の違いとうか、ファンのん。数の違いとかで、それ日本もそうですけど、違ってきちゃうだけで、そんなに違う、要はそのフォーマット、日本のフォーマットを取り入れているので、そのまあ日本の要は地域、カルチャーがあるような、もちろん地下に限らず、インディーズなのかメジャーなのか問わず、地域を得点会に入れているところはたくさんありますけれども、そのフォーマットを取り入れているので、あんまりやり方に違いうん。がない気がして、ただ、そうですね。
日本よりか、でもどうかな。台湾が一番もしかしたらちょっとちゃんとしてるかも。列が結構長くて、そんな、取るまでに時間かかった。でもそれは人のにもよるかも、そこの運営のやり方にもよるかもしれないですけど、とか、気軽にアイドルと話せないようになってるとか、そうですね。まあちょっと本当グループに、正直日本と一緒でグループに、運営によるかなとはちょっと思ってます。それって多分その国でどうこうって話ではなくて、そうん。のグループの規模とか、その興行の形式、例えばそのジャパンエキスポみたいな場所でやってるのか、そのローカルの小さな箱とかでやってるのかによっても違うだろうし、そのグループの方向性とかでも違うだろうから、国で区切ることができるようなものではないっていう感じですかね。逆になので、もしかしたら国では日本も含めて違いがないのかも。日本でもなるほど。やっぱり会場規模によって違いが出てくることってあるので、そうですね。そこの違いはもしかしたらうん。今あんまり見つけられていないよううなん。気がします。ありがとうございます。なんかそう、だから多分そういうことを知りたいので、このなんていうか、東アジア、東南アジアのポピュラーカルチャーを、グローバルに研究する、なんかこう、機運を高めていきたいっていうのが、このプロジェクトやってる理由なので、本当その辺私も知りたいところです。うん。次の質問、メイドカフェについて質問いただきました。メイドカフェはどの国に行ってもフォーマットが近く、あまり違和感なくご帰宅できるイメージがあるのですが、台湾のメイドカフェでは何か台湾特有の特徴などはありましたか？そうですね。本当におっしゃる通り、アイドルと同じで、フォーマットを完全に踏襲しているので、うん。そこの違いっていうのはあんまりないんですよね。で、私自身、日本語を話せる方、日本語で接客できる方に、やっていただくことが、接客していただくことが多かったので、そういう意味では、なんか、日本と変わらないか、逆にその日本語を話せる方が積極的に、来てくださるっていうことの違いぐらいだったのかなとちょっと思ってます。たうん。だ、その分、今回みたいに日本語が話せる方がいらっしゃらないと、ちょっと、放置気味になってしまうということもあって、なので、そういう意味ではやっぱり、メイド喫茶、メイドカフェ、で、お客さんと店員さんがお話をするっていうことが大きな、コンテンツなので、言葉が通じないってなると、アイドル以上にそこは難しい。アイドルみたいに特典会で二言三言交わすっていう状況とはまた違うので、そこのなんか難しさっていうのはあるかなと、ちょっと接客の偏りみたいなのが目についてしまって、でももうそれはもしかしたら日本のお店でも全然起こっている可能性があると思うので、あうの、ん。すべての店舗で頑張っていかなきゃいけないことなのかなと思いました。はい。なんか見せていただいたそのフロアマップ見ると、大体ドン・キホーテとかが入ってる、建物に一緒にメイドカフェがある感じなんですけど、やっぱりそのなんか、日本関係の商店が出店してる建物の中でメイドカフェもあるみたいな感じなんでしょうか？いや、台湾ではそれはないかも。うさっきのサん。イアムドルカフェが、そうなだけで、今まで行ったことがある台湾と香港のメイド喫茶はどこも路面店か、日本が出資してるかどうかわからないけど、まあでも、すごく限られた数で商業施設の中に入っているところも一箇所、それこそ大手みたいなところで、チェーン店のうちの一つがあるとか、それぐらいだったと思います。基う本的には路ん。面店が多いですね。うん。私、マレーシアではメイドカフェが、なんかイベントとかではなく常設うんうん。であったかって今思い出してるんですけど、多分なかったような気がするんですよね。インドネシアも確か同じ状う況です。ん。で、ヨーロッパも多分ほぼそれなんですよね。そう。で、まあ今日全然男の子の話、男性の話しなかったんですけれども、それは結構大事だと思っていて、で、ヨーロッパだと、それこそそういう、期間限定のイベント、みたいなメイド喫茶だったりに、男性のキャストも、参加したり、あと、男装で参加する、キャストさんもいたり、して、割とそのあたりの、ジェンダー差が、日本より
少ないというか、なんだろうな、カバーユニット、アイドルのカバーユニットとかもそうなんですけれども、あの、平たい言い方すると、男の子メンバーが入って、みんなで、ラブライブのカバーユニットやってるみたいなことが、割と普通に起こりうるっていうのが、欧米のシーンとかではあるなと思っていて、そのあたり、日本とも違うし、さっき言ったその、自己実現の場としての、えー日本カルチャーっていうところがあるんだとしたら、そこはちょっと注目していくべきところだなと思っています。すいません。よろしいでしょうか。はい、どうぞ、ありがとうございます。松岡と言います。東南アジア研究やってるんですが、歴史なので、ファン文化については、今回勉強させていただきました。で、ちょっと気になったのが、あの、アイドル文化といったときに、主に、これは韓国のものでなければ日本のものであるっていうふうな、説明を最初にされてたと思うんですね。ということは、アイドル文化というのは基本、日本か韓国のものであるいうことかと思うんですけれども、日本や韓国から、それぞれの地域にこうアイドル文化が入っていって、ローカライズされていってっていう、そのプロセスっていうのが、今回伺えたと思うんですけども、それがその横に広がっていくというような動きっていうのはあるんでしょうか。例えば、タイのそのアイドル文化っていうのがこう横に広がっていく。あるいはインドネシアのこうアイドル文化っていうのがそれこそ例えばマレーシアとかって言語的に非常に近いところではあると思うんですけれども、あるいは宗教的にも非常に近い、そういったところに広がっていくとか、その動きについては、どのように見てらっしゃるのか伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、私も聞ありがきたいです。とうございます。K-POP でなければ J-POP っていうわけでは、もちろんアイドル、そうではなくて、ごめんなさい、最初のところちょっとだけ、訂正というか、させていただくと、今回、アイドルって言ったときに、現状、今現在、アイドルって言ったときに、割と K-POP が、連想されやすいので、K-POP ではないという意味で、日本式アイドルという言い方をしますということで、お伝えしたんですけれども、アイドル的なパフォーマンス自体は、私は欧米からも影響を受けていると思うので、それこそ、ボーイズグループだったりとか、ガールズグループ、英語だともうちょっとボーイバンドとかガールズバンドっていう言い方をした方が多分しっくりくると思うんですけれども、なので、そういう意味では、なんていうのかな。日本からの影響がとかっていうよりかは、あの、日本もその他の国から影響を受けている部分もあると思っています。で、マレーシアにも、先ほど KLP48 のお話をしましたけれども、私が見えていないだけで、おそらく KLP48 が誘致されているということは、アイドルグループの活動が他にもあると、そのインディーズシーンも含めてですけれども、あると思っていて、で、もちろんインドネシアのインディーズシーンにももちろんアイドルがいますし、なんというか、他で、おそらくその48グループがあるところで言うと、フィリピン、ベトナム、インド、もうでねかな、あと中国に、48グループがあった、ちょっと抜けてるところがあったらすいません。今まであったんですけれども、誘致されてるってことは、おそらくそこにファンダムがあって、シーンがあって、おそらくカバーユニットのレベルであれば間違いなく、活動している人たちがいるんじゃないかなと思います。直接見たことがあるグループだと、フィリピンのグループまでなんですけれども、おそらく、その今挙げた各地にはあるんじゃないかなと思ってます。あと、法定でグループはないですけれども、韓国にも見たことないんですけど、あります。あると聞いています。その、なんあ、か先ほどおっしゃっはい。てた、そのはい。48、フィニーさんが所属している、その、いくつかの国の48グループのなんはい。か、国際グループみたいなのは、どはい。ういう文脈で出てきたんですか？48初の国際グループとして、頑張っていこうみたいな感じで、あの、突然というか、うん。各国のメンバーが、ちょっとフェニーさん以外のメンバーが、その、出身のグループでどれぐらいのどういう立ち位置なのかっていう
ところまでは丁寧には見れていないんですけれども、でももちろん主力メンバーの一人だと思うので、そこから集められて作ったグループ、あの、特にストリート系の、カルチャーを取り入れたグループとして活動していて、割とこう、やっぱり K-POP の、活況にこう立ち向かっていくっていうような、なんか見せ方というかコンセプトはちょっと見えてるなとは思っています。それなんか資本的にはその日本の48グループのお金とか資金とか、ネットワークでやってる感じなんですか？今、日本の48グループの人が今誰もいないので、うん。多分それもあって今ちょっとグループが停滞して、あと戦争の影響で、ちょっと前に拠点をタイからフィリピンに移したんですけど、なんかフィリピンで今その音楽活動をその戦争の影響でっていうふうに、言って、メンバーが、配信で言ってたんですけれども、ちょっと楽曲制作がストップしているらしく、それでちょっと今活動が止まっていて、うみんなん。何にもしてない。まあもちろんレッスンとかはしてるのかもしれないですけど、ちょっとかわいそうな状況が続いているというふうに聞いています。なんか最初にその、いただいた質問、私すごい大事な質問だなと思っていて、そうしたなんかグローバルな、なんていうかこう、日本から東南アジアに一方的に影響を与えてるっていうことではなく、東南アジアの国同士で、なんていうか影響関係、波及関係があったり、例えばそれこそなんか政治的な文脈を込みで言うと、例えば5年前ぐらいでしたっけ、なんかミルクティーアライアンスっていうのが出てきて、さっきのバブルティーの、MV を見て思い出したんですあけど、あ、そのミルクティーアライアンスっていうはいはい。言い方で、そのタイと台湾と多分ミャンマーとかの国が、なんかその政治的なグローバルな連帯を同じくミルクティーを愛する国だからっていう言い方でしてたじゃないですか。で、うんうん。最近もなんか確か、どこかの観光客が東南アジアに来て、なんかちょっと東南アジアをバカにするような発言を X か Twitter かなんかでしたことに対して、東南アジアの国がまとまってなんか反発したみたいなのがネット上であったと思うんですよ。で、そういうなんていうか、東アジア、東南アジアの中での単純に日本の影響でこういう文化が流行ってますっていう話ではない、東南アジア、東アジアの中での相互関係とか、ぶつかり合いとかつながりうんとか、うんうん。先ほどおっしゃってたようなマレーシアとインドネシアがまあ言語的にはすごい近いから、どういうなんかこう相互関係があるのかなみたいな話って、日本にいるとなかなか見えなくて、行ってみないとわからないし、行ってもわかんないし、やっぱりそのうんうん。現地の人の話を聞きたいなっていうところはすごいあると思うんですよ。で、そういう意味で今日のなんか勝手にまとめに入ってきたんですけど、上岡さんの話は本当になんか本当はもっと聞きたいことたくさんあって、ワンピースの旗が振られてうん。たりしたじゃなああ、おっしゃるといですか。思いました。はい。ね、いろいろなんか、細かい、そういったところもまた今後、一体どうしてそういうことがあるのかな、みたいなことを聞いていければ、ありがたいなと思います。なので、またこれからも、ちょうどその2時間経っちゃったので、一旦ちょっとここで締めたいなと思うんですけれども、また、機会を見つけて、一緒に研究続けていって、またなんかお話を伺う機会を、作りたいなと思います。そういうわけで今日は、改めまして、いろんな貴重な動画とか写真とか見せていただいてありがとうございました。こちらこそ、あ最後に一言どうでりすか？がとうございました。はい。こちらこそ話とも言えるかわかんない、この取り留めのない話を聞いていただいて、ありがとうございました。そうですね、全然まだわからないことの方が、多いですし、それこそ日本のシーンもそうですけれども、あの、どのグループをどんな風に見ているかっていうので、全然見えているシーンはもちろん変わるので、もちろん日本よりかは、もう、いや、少しは狭い、世界だと思うんですけど、それでもやっぱり、見える部分っていうのはだいぶ違うと思うので、全部を網羅することはできないんですけれども、いろいろ、皆さんからお話を聞いていきながら、情報を集めながらやっていきたいなと思います。最後いただいたコメントにちょっと触れて最後締めても大丈夫ですか？はい。どうぞお願いします。はい。最後、今回10年ということで、COVID で渡航ができなくなった時期を、まあ、その10年を挟んでいるんですけれども、私自身本当に、インドネシアに行けなくなって、ただ、その代わり、
オンラインでライブが配信されるようになって、しかも握手会もオンラインで行われるようになったので、行かなくても、そのファンダムと、本人たち、そのカルチャーにコミットできるようになったっていうのがすごく、個人的にいわゆる海外ファンとしてはものすごくありがたくて、で、おそらく同じように、日本式アイドルが好きなんだけれども、なかなか行けないっていう人が、例えば南米からこう毎回配信を見てくれる人がいたりとか、そういったことを目にしてきたので、その配信カルチャーが、あの、JKT の場合は、続いているので、非常に、それによってメンバーがとかスタッフがリストラにあったりとか、そういうちょっとネガティブな状況もあったんですけれども、ポジティブな影響も現在にも残っているということで、はい、それも活かして、今後も調査を続けていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん拍手でお迎えください。ありがとうございありがとうございます。ました。